皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回もですね、将棋大津で実況対局の方やってまいりますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速対局の方を始めていきたいと思います。今回も10分切れ負けで読み上げ音声を香川愛緒女流4段にね設定してあります。今回はあなたが後手です。私後手番ですね。相手2段の方ですね。対局開始。相手の方はね、相掛かりが得意戦法ということで、飛車先の方をね早めについて、2六飛車、これ面白い手ですね。これは3六飛車と寄ってこの横歩を取ってしまおうという手ですかね。なるほど、面白い手ですね。4四角と出るとね結構千日手っぽくもなったりするんですけどね、3二飛車と回る手もありますね。これは迷いますね8四歩と普通についてみますか。これ3六飛車と寄って3四のね歩を狙うというね、ちょっと面白い作戦ですよね。そうですね、この時じゃあ私もこの歩をついて、この時にね3四飛車と取ってくれば8六同歩同飛車で角のね頭を狙うと。で金上がって、これで飛車受けてみますか。なんかちょっと面白い指し方ですけどね。これで私の方が飛車の動きで歩を受けたと。取らして指す指し方もねあるところですね。かなり力戦形に進みそうですね。さあこれ駒組みがね結構難しいです。中住まいにしてみますか。もっと深くね角を指し方もありますね。相手の方もなんか中住まい模様ですね。中住まいってのは5筋にね王様をこう今私やったんですけど立った形ですね。これ7二金と上がる形もあるところです。これは何とも言えない格好ですね。飛車でこのね私も飛車の動きが途絶えるとね3四飛車と取られちゃうので、それはね気をつけないといけないですね。2二に上がりますか。8歩を受けます。一手一手がね難しい。あまりなんていうんですかね、今までいっぱいねたくさんここまで指されたことがあるような将棋ではないですね。飛車ですか。これはまた変わったところにね回ってきましたね。一手一手がね非常に難しいです。どうするのがいいですかね。この2二のね銀がこう壁金っていう形でこれをほぐしたいんですけど、難しいですね。7四歩とつけば一番普通です。7四歩つきますか。この例えばいいかね、4二角と引いて3三銀とか、少しこの辺の形をほぐす手もあったんですけど、今飛車がこちら側に移動したんで3四飛車とね走られる手がなくなったのでね、私の方としても今7四歩とついて横動きを止めたと。で今3六銀なんでまたこれ4五銀とね出て歩を狙ってくる含みがありますね。どうするのがいいかな。角を引けばね無難ですね。ただ角が移動するのがちょっとね、利かされっていうかね、いわゆるねちょっともったいないと思う違う手を指したいところですね。4五銀から3四銀がどれぐらい厳しいかってところなんですけれども、角を引けば無難ですね。で4五銀に3三銀、そうやってみますか。これ穏やかな手ですね。もうちょっと主張する手もあるところ、4四歩と突く手もあるんですけど、ここの突くと少しね王様の形が弱くなる含みもあるので、できればねこの歩突きたくないっていうのが本音なんですよね。これ多分ね7六ついてくるんじゃないかなと思うんですけど、これでね飛車がそちらですか。これだと飛車を寄って、どこかでねこれは4四歩と突くね含みがね銀引いてきました。これには桂馬を飛んで、この銀がね今非常になんていうんですかね動いてるので、その銀のねあれだけを気をつけないといけないですね。銀ですか。これはねチャンスが来てそうな気がしますね。9五歩同歩で5四歩とついて銀がどっか下がって香車を走るって筋があるんですよね。それが効きそうな感じもあるんですが、どうでしょうか。ちょっと行ってみますかね。ついて先につくのが一応ポイントというポイントですね。一つね、ここでこちらをついて、ここでね銀が下がるしかないんですけど、それで香車が走れるんで、一応それでね角と香の田楽座し、多分そこでね7五銀とか何かね大暴れしてこられそうな気がするんですけど、それがうまくね受かればって感じですね。これ銀がね退却しないといけないんで、本来こう玉の頭の歩ってねこうついちゃうと今は角が効いてるんですけど傷になるんですね、この時点で。だからこの歩をつく時は慎重にならないといけないんですが、この場合はねついても銀がどちらかで退却するしかなくて、その瞬間に9五香と走ることで戦果が得られそうなんですよね。なのでこの歩をついたと。この王様は例えばね3一とか2二とかもうちょっと、深いところにいればこの歩をつくのはね当然形なんですけど、長住まいでこう真ん中に収まる時にね
この歩を突いちゃうと傷になることがあるので、まあ皆さんね、刺される時、中妻にもし刺される時はね、この歩を作ってのはね、まあ例外的な一手ということをね、考えていただければと。そうですね、この時なんですよ、こうなるなと思ったんです。同角だとね、飛車回ってくる、まあそれもあるんですけど、これ回る方が飛車回る手がねありそうだなということで、これ同角ですとね、こう飛車回って香車を取ろうってことなんですけど、こちらに回るとね、この香車に支えながら、今この飛車がそれちょっと分かりづらいんですけど、この飛車が銀出たことでね、この歩を取ろうってことだったんで、あ、なるほどなるほど、まあこれ同飛車ですね。で銀を出てですか。まあ、銀でないた時迷いますね。これね、8四銀の時に香ならずでも攻めてって良さそうな気がしますね、この場合は。まあこれ8四銀でないとね、おそらく、まあ、手にならないと思うんですけど、その点ね、一応部分的には受かるんですが、香車ならずで、そうですね、この時に香車をならずでいって、まあこれはね、少しね、優勢でしょうね、私の方がね、やはり。まあ飛車を失いましたけれども、こうやっぱり桂香を取れますしね。私の方が飛車に比較的強い形なので、まあ、さっきはねちょっと早かったんだ。これ桂跳びはちょっと錯覚でしょうね、こう取れるんで。さっきね少しスピード速かったんですけど、7五銀同角と取る変化もあったので、それは大盤の方でね解説できればと思います。で9二飛車ですか。さてどうしますかね。バラバラね、王様がすぐに相手様がすぐに詰む詰まないじゃないんで、まだ大変なんですけれども、どうするのがいいかな。どういう組み立てで、まあ成香一回やっておきますか。これね、成香を、まあ、例えばこれ銀出たりしてね、狙ってくる手があるんで、そうですね、この時に馬をここに引いて、これ7三銀成に同馬を用意した手ですね、飛車の歩を引いて、で、これの時に9九飛車成と香車を取られないようにね、逃げといたということです。ですよね。で、2枚飛車ね、これはね、嫌なとこなんですが、馬寄りがいいかな。馬寄るとね、こう、あとまあ王様引いとくような手もあるんですけどね、馬寄りがいいでしょうか。難しいですね。これは何か他の手もあったですね。ちょっと馬寄り、まあ微妙だったかもしれないです。まあ同馬、まあこれ銀なんてね、同馬でいってね、馬寄りが損になることもあるので、ただ局面的には私が優勢ですね。やっぱり桂香を得してますからね。そうですね。これいい手で、いい好判断だと思います。これで馬寄った手がね、いって、こう私の方としては、まあ銀成りを催促したようなね、で、ここに桂馬を打って、この時に皆さんご覧ください。この歩がね、空いてると、気持ち悪いっていうのはこういうことなんですよね。この時にこう空いてるんでね、空いてなきゃねなんてことなく言っちゃうんですけど、気持ち悪いんで、あ、殺到してきましたね。まあこれはあれですね、チャンスと見ての殺到なんですが、ちょっと駒がね足らないかなと思います。これでまあ私の差も怖いんですが、角1枚ですからね。そうですね、この時まあ底歩が一番硬いかな。底歩が出ましたね。まあこれで角1枚なんでね、これ以上こちらの王様に桂馬も1枚、桂馬もないと結構嫌なんですけどね。これはね、駒の損得的に、銀桂香と銀桂香丸得ですね。私の銀桂香丸得の銀桂香丸得、そうですね、銀桂香はすみません、銀桂香丸得してるので、駒得が大きいですね。よくただね、やっぱりこうやって今ちょっとこの場合はねちょっと駒が足らなかったんですけど、少しでもね駒の量が違うとね、まあこうやって中妻ってねいっぺんに薄くなる時があるので、指される時はね中妻ってのはバランスを重視した指し方なので、決してね硬い囲いじゃないんですね。なのでそのあたり気をつけていただければなと。でここから寄せですね。今この8九に成香がいるので、こちら側をまあ逃げられないようにもういるわけですね。なので反対サイドこちら側から、攻撃していくということで桂馬を打っていくわけですね。相手の方は角を持っているので、この角でね、王手なんとか取りっていう手だけ、まず気をつけなきゃいけないですね。絶対にね、それだけは気をつけたい。王様が露出してますからね。これイメージとしてはね、ここ7三8桂成とね、ここに成桂が来ればね、この成香と成桂で、王様挟み撃ちなんでね、非常に効率よく寄せれるということですね。かなり駒のね種類、持ってる駒の種類が多いんで、いろんな駒を使う手があるんですけれども、できればね小さい駒で攻めていくのが一番基本的にはいいですね。で今桂馬で使えてるのは効率がいいと。で金を引かれました。ここはねさまざまな手がありますね。例えば7四角と竜取りに打って竜が逃げれば、ここにね6三角4七角成とねここになっていく手、露骨に攻めますかね、銀を打って。これはもう先ほど言ったようにね、ここに成駒、ここに金駒を作るっていう拠点を作るという、寄せの組み立て方ですね。大体逃げたんですけど、これはね飛車打ちが痛いですね。この時に合駒がね角しかないんでね、
なんか強とか軽とかね、そうですね、これは厳しくところでございました。ありがとうございました。お見事。はい、いかがだったでしょうか。設計がですね、相掛かりということで、ただ相掛かりといってもですね、今回の相掛かりは、少しね、一風変わった形に進んでいきました。相掛かり戦は玉がね、非常に薄いという、あまり硬い囲いにね、囲えないというのが、一つ大きなポイントになるんですけれども、そういったね、薄い玉形の時にね、どういったところに注意して指していけばいいのか、そういったあたりをね、中心に解説編の方で解説していきたいと思いますので、そちらの方もご覧いただければなと思っております。この動画が良かったので、またグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。